はい、皆さんこんにちは。大阪から伊勢参りの旅、今日は3日目になります。今回は奈良からずっと南に下る上街道というのを通って長谷寺を経由して灰原というところまで行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。江戸時代、多くの人々が一生に一度は行きたいと願った旅、それがお伊勢参りです。伊勢神宮には皇室の祖先である天照大神が祀られており、日本人にとって特別な信仰の地でした。特に江戸時代中期以降、お伊勢参りは爆発的に流行します。背景には社会の安定によって庶民にも旅をする余裕が生まれたこと、そして一生に一度は伊勢という信仰が全国に広まったことが挙げられます。中でも有名なのがおかげ参りです。約60年に一度、人々が熱狂的に伊勢を目指した集団参詣で、時には何百万人もの人々が参拝に訪れたと伝えられています。大阪から伊勢へ向かう旅人たちは、まず暗刈峠を越えて奈良に入り、上街道を南下して桜井へ、そこから伊勢本街道を通って遥か伊勢へと向かいました。当時の旅人の足でおよそ5日から6日、遠く険しい道のりでしたが、人々は信仰と憧れを胸に伊勢を目指して歩き続けました。はい、こちら前回ちょっと見逃してましたけど、奈良県の利定元標です。はい、奈良の道路の起点となっているところですね。はい、そしてこちらには考察場があります。奈良公園を住処とせし鹿に申し渡すという鹿に対するお触れが書いてあるものもありますね。はい、前回も来ました猿沢池です。はい、今回はここをずっと南の方に下っていきます。はい、ここから上街道の始まりです。飛鳥時代から奈良時代にかけて、奈良盆地には南北に貫く3本の直線道路、上津道、中津道、下津道が整備されました。江戸時代になると、東の上津道は大和からの伊勢参りのルートとして栄え、上街道と呼ばれるようになりました。今日は上街道を南下し、大宮神社や長谷寺などを経由して伊勢本街道の分岐地点がある灰原まで約36キロを歩きます。はい、この辺りは奈良町というところで、もともとは元興寺というお寺の、境内にあたるところで、今はこういう古い町並みが続いています。かつてこの一帯は元興寺の広大な境内でした。室町時代の火災で多くの道東を焼失した後、その跡地には町屋が立ち並びました。その後、近代化によって古い町並みは失われかけましたが、1970年代後半から保存運動が進められ、現在では古い町屋を生かしたカフェなどが並ぶ人気の観光地となっています。はい、こちらが元興寺の跡のようです。はい、大きな道路が2つ並んでいます。これは道の両側にあったのを移設したんでしょうかね。はい、こちらは帯解寺というお寺です。はい、安産祈願で有名だそうです。結構人がいっぱいいますね。平安時代、門徳天皇の皇后がこの寺で祈願して
無事に王子を出産したことから安産子授けの寺として信仰を集めるようになりました。はい、あちらに見えているのが生駒山です。はい、そして、はい、あっちに見えているのが前回登った若草山です。はい、こんな感じの道を延々と南に下っています。はい、この古い建物は大阪府奈良警察署一の本分署跡ということです。奈良県がまだ大阪府の一部だった時のものだそうですね。はい、こちらに古い道標があるんですが、これより東5丁と下が読めないんですが、ここから東なんでこっちですね。こっちに5丁行ったところに何かあるようです。はい、こちらの常夜灯にも皇太神宮の文字が刻まれています。はい、この辺りは本当に道標であるとか、さっきの常夜灯であるとか、はい、古い史跡が多いですね。いや、綺麗な山ですね。はい、ずっとこんな感じのまっすぐの道を下っています。のどかといえばのどかですし、何もないといえば何もない。これ赤いの金魚ですね。大きいですね。もう4月中旬でほとんど桜は散ってるんですけど、ここはまだ残ってますね。はい、大大和神社です。大大和神社は古代から続く格式高い神社で、大和大国玉の狼を主催神とし、大和の国の総鎮守として知られています。こちらの大大和神社は戦時中に戦艦大和の守護神として祀られていたようです。境内には戦艦大和の戦没者2736柱が祀られ、参道の長さが戦艦の全長とほぼ同じという共通点もあります。はい、こちらは長覚寺御智堂という建物です。はい、長覚寺これより東5丁と書いてありますが、はい、長覚寺自体はここから5丁離れたところにあるんですけど、はい、この御智堂という建物は真ん中で柱が1本だけ立っているという珍しい構造の建物です。はい、あちらに見えているのが葛城山と金剛山です。はい、この森は箸墓古墳という前方後円墳なんですけれども、卑弥呼の墓という説もあるそうです。大きな鳥居があります。こちらは大和の国一宮大宮神社です。はい、せっかくなんで大宮神社参拝していきたいと思います。はい、大宮神社参拝するのは一昨年の冬以来なんですけれども、その時はその裏にある三輪山にも登拝しました。どうせ登るならということで裸足で登拝したんですけども、本当に足の裏が冷たいのと痛いので、もう二度とやりたくないなという感じでした。大神神社は大和の国一宮として知られる日本最古級の神社です。本殿がなく
背後の三輪山そのものをご神体として拝する古来の祭祀の形を今に伝えています。古くから酒造りや医薬の神としても熱い信仰を集めてきました。はい、大宮神社参拝してきました。はい、先ほどの大鳥居のところまで戻った方が本来としてはいいんですけれども、ちょっとショートカットするような形で神社から直接、長谷寺の方に向かう道に行きたいと思います。はい、ここに古い道標があります。ここに伊勢って書いてますね。そしてこの道は山の上の道という道です。あと東海自然歩道でもあるようですね。今日はずっと街中を歩いてきたんですけども、はい、ここへ来て雰囲気がある道になってきました。はい、ここで、上街道と合流します。はい、こっちから本当は来るはずだったんですけれども、ちょっとショートカットしてこっちから来ました。はい、ここにも古い道標があります。左伊勢道、こっちは何て書いてあるんだろうな。はい、いずれにせよここは左ですね。道の両側に常夜灯が立っています。こちらとこちらですね。岩山勝製麺やってるのか、営業中ですって書いてあるな。はい、一筋縄そうめん頼んでしまいました。いや、さっぱりして美味しいです。今日みたいな暑い日は冷たいそうめんがいいですね。こちら出雲の流れ地蔵ということで、もともと長谷寺の近くにあったらしいんですけれども、洪水で流されてここまで来たということらしいですね。はい、総本山長谷寺、ようこそ長谷寺へ。はい、長谷寺は西国三十三所霊場の第8番札所になっています。はい、だいぶ前に、はい、西国三十三所巡礼やってる時に、はい、1回来たことはあるんですけど、ちょっとどんなところだったかあんまり覚えてないです。はい、この辺はさすが昔ながらの街並みがよく残っています。はい、この古い道標は伊勢辻と書いてまして、こちらには右伊勢道と書いてあります。はい、ここ右に行く、はい、こちらが伊勢道ということです。はい、また後でここまで戻ってきますけど、今日はまずは長谷寺の方に参拝してきます。はい、草餅屋さんと乳麺屋さんが多いですね。長谷寺です。長谷寺は奈良時代に創建された真言宗武山派の総本山です。本尊の十一面観音菩薩立像は日本最大級の木造物として知られ、古くから観音信仰の霊場として熱い信仰を集めてきました。境内には四季折々の花に彩られ、特に春にはおよそ7000株の牡丹が咲き誇ることから花の御寺とも呼ばれています。また西国三十三所第8番札所として伊勢を目指す旅人や巡礼者で古くからにぎわいました。すごい、清水の舞台みたいですね。いいですね。すごいな。わかりますかね、この舞台の上に立ってるのが。
ボタンと桜がめちゃめちゃ綺麗な時期に来れてよかったです。はい、伊勢通寺に戻ってきました。こちらですね。右伊勢道、下気配坂。はい、いきなりの急登です。今日全然坂道とかなかったんですけど、はい、ここからぐーっと灰原の方まで上りが続きますね。ここが峠かな。おお、そうみたいですね。はい、ちょっと急に荒れた道に入ってきました。合ってるんだろうか、これは。違うな、ちょっと引き返そうこれは違うわ。ここですね。はい、こっち行ったんですけど、おそらくこっちですね。で、最終的にはあそこの国道に出るんですね。そこに出れれば OK です。はい、ここで国道に合流しました。はい、綺麗な棚田ですね。もうすぐ田植えの季節です。はい、この壊れかけた家の前には古い道標があります。右伊勢ですね。はい、ずっとこんな感じの交通量の多い国道沿いを登っています。はい、ずっと坂道ですね。はい、ここは西峠と言われているらしいです。はい、坂道もようやく終わりました。今日初めて見ましたお伊勢参りの札です。こんなところにも道標が、伊勢本街道。はい、ここに伊勢本街道の大きな看板がありました。はい、そしてこれが道標です。左青越道で、右伊勢本街道ですかね。はい、ここが、左に行くと、青越道といって長谷街道ですね。伊勢表街道とも言いますが、はい、そちらの道で、右が伊勢本街道、はい、の分岐点になります。はい、灰原駅に到着しました。はい、やりました。大阪から伊勢への旅3日目は、奈良を出発して、大宮神社、長谷寺を経由して、ここ灰原までやってきました。はい、久々の30キロ超えの距離を歩いたので、かなり疲れました。おはようございます。大阪から伊勢への旅4日目です。前回の終了地点の灰原駅からスタートします。今日はここから伊勢奥津という駅まで行こうと思ってるんですけど、その間の距離がだいたい36キロということで、なかなかハードな一日になりそうです。今日も一日頑張っていきます。行ってきます。4日目は灰原を出発し、伊勢本街道を進みます。石割峠や倉取峠など険しい峠をいくつも越えながら、いよいよ伊勢の国へ入ります。ゴールとなる伊勢奥津駅まではおよそ40キロ。1日で歩くことが難しい場合は、
山鹿周辺のバス停で区切るほか、途中の民宿を利用するのもおすすめです。あちらに神社がありますね。風情のある橋です。こちらは住坂神社ですね。住坂神社は古事記日本書紀にもその名が記される古社です。疫病に苦しむ人々を救ったという伝承から健康の神として信仰されてきました。現在の本殿は江戸時代末に春日大社から移築されたものです。弘法大師ゆかりのおいしい名水岩清水。今日は水たくさん持ってきたんでここで汲む必要ないんですけど、もしなければここで水を補給してもよかったですね。伊勢本街道の大きな看板がありました。こういうパンフレットも置いてありまして、街を挙げて伊勢本街道を押しているようですね。なんて書いてあるのかわからない。県内最古の道標らしいですね。右伊勢道、左山道と書いてあるようですが、ちょっともう文字は読めないです。三井神社です。天然記念物の鶴満陵の自生地と書いてあったんですが、何でしょうね、鶴満陵というのは。こちらですかね、爪かき不動尊は。トイレもあります。ここから国道をそれて、旧道の方に入ってきます。ちょっと雨がポツポツ降り出してきて、傘を差すほどでもないんですけど、これからちょっと強くならないことを祈ってます。ここを左に曲がります。結構雨が強くなってきたんで結局傘を差しました。右伊勢本街道とあります。この上ですね、この坂道を登っていくということですね。ここから急にかなりの急坂ですね。これはまた古い道標がありました。こちらは右伊勢道ですかね。こちらですね。どうぞご自由にお持ち帰りくださいとみかんが置いてますね。いいんだろうか、いただいても。お伊勢参り石割峠はもう少しです。じゃあ1個だけいただいていきましょうか。ありがとうございます。ここは二股に分かれているんですけれども、左側ですね。ここにお伊勢参りの札がかけられています。ここもまた分岐です。こちらですね。ここからは舗装路ではない道になります。諸木の関所跡ですね。伊勢本街道にはたくさんの関所があったらしいです。山道に入りましたけど、非常に平らで歩きやすい広い道が続いています。ここからまた舗装路に戻ってきました。ここはまだ桜が咲いてます。ちょっとここで休憩していこうと思います。石割峠に向けてぐーっと登っています。本格的な山道に入ってきました。石割峠は伊勢本街道の中で
最高地点らしいですね。ここが石割峠かな。峠っぽい雰囲気はありますね。そうですね。はい、石割峠着きました。標高695メートル、伊勢本街道の最高地点です。この道標は何でしょう。右伊勢、左原山って書いてあるんですかね。これか。こちらが原山で、こちらが伊勢本街道ですね。はい、出てきました。こちらですね。音羽屋の滝。はい、もみじが綺麗ですね。秋の紅葉の時期はもっと綺麗かなと思います。この辺りは田口の宿場として多くの旅籠があったらしいです。はい、あちらに見えるのが不動滝です。山粕峠ですね。大正5年頃まで茶屋があったそうです。はい、山粕峠から下ってきまして、ここで再び国道369号線に合流します。はい、向こうの方に結構古い家が並んでますが、ここは山粕宿だそうです。はい、ここにはバス停がありまして、ここからスタート地点の灰原の方まで戻ることができます。伊勢興津まで行くのがちょっと辛いなと思う方はここで一旦区切るのがいいと思います。あとここ山粕と呼んでましたけど、山ガスみたいですね。はい、休憩所がありました。トイレがあるんでちょっと寄っていこうと思います。自販機もありますね。今日は多分初めての自販機じゃないですかね、ここは。でこれから先あれですね、倉取峠というのがあるんですけど、これが今日の難所みたいです。はい、それでは出発します。トイレの裏から行きます。この前までは結構暑くて、もうかなり水分をたくさん取ってたんですけど、今日は結構寒いです。いきなり急登が始まります。倉取峠は伊勢音頭にも読まれた伊勢本街道の難所です。あまりの険しさに馬の鞍が外れたことからその名がついたと伝えられています。はい、さっきの休憩所からだいぶ登ってきまして、ここが峠かな。はい、こちらが倉取峠です。急登だったんですけど、距離的にはそんなに長くなかったんで、一気に登ってこれました。ようこそ三江。はい、ここから三江村に入るんでしょうかね。今倉取峠を降りてきたところで、桜峠、牛峠、佐田峠、岩坂峠、はい、残り4つ峠を越えるみたいです。はい、こちら松屋旅館と書いてありますが、まだ旅館としてやってるんでしょうか。伊勢本街道沿いあんまり宿がないので、これはもしやってれば貴重な宿です。はい、この辺りのお家はしめ縄飾りを玄関のところに飾っています。伊勢路歩いた時もそうだったんですけど、伊勢の方に来ると一年中しめ縄を飾っていることが多いようです。
はい、ここを左に曲がって桜峠の方に向かいます。なんかドーム型の建物の屋根ですね。体育館か何かでしょうか。今降りてきたってことはもう峠は越えたのかな、知らないうちに。そして文って書いてあるから、これは学校ですね。でももういない、人がいなさそうな廃校になってんのかな。もったいないですね。はい、久々に古い道標ありました。左伊勢道ですね。あ、ここもまた宿なんですね。菅野宿かな。ご飯屋さんがあるみたいなんですが、どこなんだ。はい、牛カルビ丼です。はい、三江村開発センターの食堂でお昼ご飯をいただきました。もともとここで食べることは想定してなかったんですけど、はい、結構美味しかったです。では伊勢本街道に戻って、今日のゴールである伊勢奥津まで、おそらくあと10キロぐらいかなと思うんで、はい、頑張って歩きたいと思います。こちらも古そうなお屋敷ですけど、お休みどころって書いてますね。何があるのかわからないんでちょっと入れないですけども、はい、この辺りの家の玄関にはこんな感じで伊勢本街道のなんていうんですかね、この提灯というか、提灯じゃないのか、なんか明かりを灯すやつが、はい、いろんな家に飾られてます。はい、こちら古民家民宿母屋というところです。はい、私が検索した中では唯一ここだけが泊まれるお宿としてありました。ここ泊まろうかと思ってちょっと検討はしてたんですけど、頑張れば伊勢奥津まで1日で行けそうだということになったんで、はい、今回は泊まらずにそのまま一気に行くことにしました。はい、こちらにも道標ありました。伊勢本街道はわかるんですけど、その下がなんて書いてあるんだ。はい、牛峠に向けて結構急な坂道を登っています。はい、地図上ではこの辺りが牛峠のようです。はい、こちらにちょっと小さな商店があります。はい、そしてこれは右伊勢道ですね。アイスクリームあります。はい、自販機もあります。この辺りはちょっとお店がいくつかあるんで、飲み物とか補給できますね。はい、こちらは首切地蔵。はい、ここが佐田峠のようですね。佐田峠の首切地蔵と、あとこちらに道標があります。長谷よりこれまで9里、これより宮川まで12里21町と書かれているようです。伊勢神宮の近くの宮川ですかね。12里、48キロか。はい、伊勢神宮もだいぶ近づいてきました。伊勢本街道はこのまままっすぐなんですけれども、ここを左に曲がって10分ほど行くと道の駅があるようなので、そっちに寄ってみたいと思います。はい、こちら道の駅伊勢本街道三江です。はい、道の駅でお餅を買って食べようと思ったんですけど、硬いお餅でオーブントースターで温めないと食べれないと言われてやめました。なのでアイスを食べてます。
はい、ここは丸山公園です。はい、こっちにトイレもあります。さっきの公園のところが峠だったようですね。すぐ下り坂が始まりました。姫路明神ですね。姫路明神は岩倉信仰の霊地で、大和姫の命が病気の回復を祈ったという伝承で知られます。姫路明神から下ってきてますけど、この辺りはあまり人が通ってなさそうな道で、ちょっと歩きづらいですね。はい、ここで国道に合流しました。はい、大阪を出発して暗刈峠を越えて奈良に入って、そこから上街道と伊勢本街道を歩いてきて、ようやくここ三重県に到着しました。おー、来たー。はい、こちらの道標はすぐ伊勢道と書いてまして、こちらは左大和長谷と、はい、ここ左に曲がります。庚申堂です。伊勢本街道興津宿兜屋。はい、この辺りも宿場町だったようですね。はい、伊勢興津駅に到着しました。長かった。はい、電車は17時15分ですね。松阪駅。大阪から伊勢への旅4日目。今日は灰原駅を出発して、ここ三重県の伊勢興津駅まで来ました。距離としては39キロ、時間は11時間17分でした。もうちょっと時間かかるかなと思って朝5時に出発したんですけど、思ったより早く着きまして、終電の1個前の電車に乗るそうです。今日は何か特別な見どころがあったわけではないんですけど、大阪から出発して初めて本格的な山道がありまして、峠を4つか5つぐらい越えて、30キロ以上歩いてようやくここまでたどり着きました。ここから伊勢神宮まではあと2日ぐらいで行けるんじゃないかなと思ってます。ということで今回の旅はこれで終了です。お疲れさんでした。駅で着替えてカバンの中をゴソゴソやってたら、今日の朝いただいたみかんが出てきました。食べるのをすっかり忘れてましたが、ここでいただきたいと思います。ちょっと酸味がありますけど、みずみずしくて美味しいです。